小説家に成田で人気がある作品のコミカライズを受けたものの結局自分が好きなジャンルではないし思ったほど売れないしでテンション型落ちなのでエアグルーヴの虚偽相手をアドマイヤグルーヴが成田トップロードしてく作品を書いてリハビリするメジロドーベル。ドボ先生成田系小説のコミカライズ受けてたの？そうよ。へえ、ちょっと意外かも。どうして？だってドボ先生ってなんだかんだで今まで成田系に触れてこなかったじゃん。そういう俺も成田系はあんまり得意じゃないっていうか苦手なんだけどね。私は別に避けてたとかじゃないのよ。単純に縁がなかったというか。今じゃ小説家に成田もサイトの名前通り商業小説家への登竜門みたいになっちゃったわよね。そうだな。小説家に成田ってなんだよって思ったけど俺らで言うところのナロー系のことか。小説家に成田、日々もぐ馬娘や馬娘ファンの一耳がしこしこと自分の欲望の丈を吐き出すサイト、約 99% がメアリー数的な作品で代表作はもぐ馬娘に生まれたんだけど妹や子供がチートすぎて困ってますとん。小説家に成田ってネトラレ専門レーベルかと思ったけど違った。同じ成田というだけで風評被害だねってアグネスタキオンが怒るよ。成田間で生まれてしまったものの避けられぬ運命なのだ。アグネスは成田だった？タキオンは成田のバーベキューに当然のように混ざって私は成田じゃないねってお決まりのように叫んでみんながワハハしてるイメージ。成田トップロードネトラレが似合う成田、ブライアン、大臣、トプロ、成田トップロードネトリ側にいる成田、タキオン。さすがにこれはおかしいね。〇〇くんなら私の隣で寝てるが。ティッシュにすごい便利な己の属性を恨むんだな。でもこう言っちゃなんだけど。何よ。商業は商業でも小説家というよりはあくまで成田系小説家じゃないかな。そういうジャンルが好きな人だけに受け入れられるジャンルというか。まあそうなんだけどね。でも極論それを言ったら何事にも言えるでしょ？野球が好きな人は野球を見るしサッカーが好きな人はサッカーを見る。それと同じことよ。そこに需要があればビジネスとして成り立つしもうそういう時代なのよね。何よ、そんなほうけた顔しちゃって。いや、なんというか。そういう商売の土壌とかも意外と考えてるんだなって。意外とは失礼ね。ああ、もちろん悪い意味じゃなくてさ。だってドボ先生って流行の作品にイナゴしないで書きたいものを書き続けるじゃん。そういう意味ではあんまり深くは考えてないのかなって。まあ褒め言葉として受け取っておくわ。それはいいとして。ええ。ドボ先生がコミカライズを受けたその作品ってどんな作品なの？聞きたい？全く欲しがりなんだから。いらー。じゃあまずタイトルね。聖馬娘だったけど追放されたので悪落ちします。聖馬娘ってなんだよ。トリプルティアラに憧れてじゃなくて。それだと自虐になりそう。トレーナーは成田系ってあんまり興味ないから知らないわよね。そうだね。ならあらすじも教えてあげる。5本。ブエナビスタは平民出身の馬娘。ある日世界に平和をもたらす聖馬娘としての力に覚醒しカメハメハ王国に招かれた。ところが貴族マンハッタン家のレッドディザイアが自分こそ本物の聖馬娘と主張しブエナを偽物として追放させてしまう。ギャンブル好きの父の元に帰りたくないブエナが身を投げようとすると、力が欲しいか。こうして赤バッテンの力に目覚め悪馬娘ブエナベーゼに覚醒したブエナは仲間と共に全てのものにお仕置きしようと動き始める。ってストーリーね。悪落ちしても優秀な継承者が現れない悲しい運命のブエナ。なるほど、追放系ね。その追放系でも聖女系ってやつね。聖女系の追放系って追放された先で大事にされる感じのが多いイメージだけどこれは復讐系なんだね。ってなんとか系って喋ってる俺が頭悪く思われそうだな。安心しなさいって、仮にも中央のトレーナーでしょ？狭き門を通過した中央のトレーナーが頭悪いとか言われてたらこの国はおしまいよ。ならいいけど。ちなみにギャンブル好きの父って部分誰かから訴えられたりしない？大丈夫？別に私が原作じゃないしどうでもいいわよ。それもそうだな。でもコミカライズされるってことはそこそこ人気もあるんだろ？そりゃそうよ。ほら、小説家に成田の公式サイト見て。ドボメジロウ先生作画により小説家に成田で大ヒット中の作品が漫画化。すごいな、トップページを飾ってるってことはやっぱり人気作品なんだな。水面下ではアニメの話も進んでるのよ。例を挙げるなら、そうね。馬法科高校の優等生、
立ち位置0番から始める競技生活。転生馬娘の中央ライフ、第2の客室を得て、世界最強になりました。そこら辺に並ぶと私は思ってるの。俺も名前は知ってる作品だな。中身は知らないけど。そもそもトレーナーってなんで成田系が苦手なの？ご都合主義は苦手でな。ほら、結局俺の仕事って馬娘を指導して勝利に導くことだろ？ああ、仕事ってそっちの話ね。編集用じゃなくて。当然だろうがよ。5本。どれだけ才能に溢れた馬娘でも努力しなけりゃ他の馬娘に埋もれてしまい勝てずに終わるのがレースの世界だ。それが眠っていた才能が覚醒してポンポンレースで無双するだとかありえないんだよ。そうね、私だってトレーニングはしっかりやってるんだし。だろ？そういうシンデレラストーリーに憧れる層から需要があるのはわかるがリアルを知る人間からするとどうにも抵抗があってな。そういう考えを持つ人はたくさんいるから気にすることないわよ。逆にご都合主義とかじゃない日常系の話だったらありだな。へえ？中央食堂とかは数少ない好きな作品だよ。中央の豊富な食材で作り上げる料理がある意味では無双なのかもしれないがそこら辺はまあいいだろ。それで、コミカライズの売れ行きはどうなんだ？似たような作品まみれで思ったように売れないのよ。おかげでやる気も出ないし筆も進まないわ。なんだあれだけ押されてるのに売れないのか？柳の下の土壌なのだ。多分一部からもてはやされてゴリ押しされてるだけっぽいな。レビューサイトでも星1で埋め尽くされてそう。こんなことならコミカライズの話を受けずに未勝利モブ馬娘がトリプルティアラ馬娘から愛しい人を成田トップロードする展開の作品でも好きに書いてればよかったわ。ドボ先生は自分の好きなの書いてる時とそうでない時の差が露骨だもんな。売れてお金が入ってくるなら話は別なんだけどね。ふふふ、誰のことだか教えてもらえますか？まだ喧嘩を売れるなんてさすがだな。俺心の底から先生のこと尊敬しますよ。そんなこんなで最近テンションがガタ落ちだからリハビリも兼ねて新しい作品を書いてるの。どんなの？お母さんに内緒って作品ね。内容はヤグルーブさんの虚偽相手をアルブが成田トップロードしてく作品ね。どんなリハビリだよ。こうしてブラが生まれたブラね。母祖母の骨肉の争いに嫌気がさしたブラメンテは母性を求めてシュガーハートに身を寄せ。これ相手役金亀。ちなみに金亀は2014年にブエナ&ディザイアの同期ドン堪能してる。トレーナーに一人だけ現世に返されて打ちひしがれてるところ大王に拾われてそのまま慰めぴょいするスケカメ本もいいわね。ほんとその手の話だと温泉の源泉のようにアイデアが湧き出るよな。冬は無理だから来年の夏はこれね。さすが俺たちのドボメジロウ先生、俺たちにできないことを平然とやってのける。すごいな。憧れちゃうな。俺、先生のこと尊敬してます。ドボはどうしてスキルを挑発するの？トリプルティアラのやっかみ。逆パターンでスケルに現世に返されたトレーナーが運命の赤い糸で結ばれたような相手と出会いエリ女勝利と共に結ばれる作品も書いて両方新刊で持ち込もうかしら。別に好きにすればいいんだけど。何か言いたげね。スケルインラブってあれだろ？新進気鋭の夢女子作家で国家無理系のサークル主だよな。そうね。大丈夫？またバレてリベンジ成田トップロード本を仕上げる可能性を考慮した方が良くない？売れない漫画家に愛想を尽かした元担当が新たなパートナーと海外に大逃げして大活躍する作品とか書かれたらどうする？望むところよ、人気作家として格の違いを教えてやるわ。それにね、私の胸に宿る創作の炎はそんなことじゃ消せないのよ。なんだよ、その無駄に強靭な鋼の意志は。あとやっぱり赤い糸すると売れるのよね。本音が出たな。赤い糸するって言葉は初めて聞いたな。やめなよ同人作家 VS 夢女子。スターブロッサムの最近の流れからして人影が種付けの口約束していたのに結局そうはならなかった爆心風ちゃんからもいいエキス出そうだと思うんですよ先生。爆心王がラモーヌやフラワーに絡め取られてる間に理事長が権力に物を言わせて子供作っちゃうんだ。嫌だな。口では一途みたいなこと言いながらリービングサイヤーなら大体相手してるドボ先生はさ。それって私が凄すぎるってことよね。ドーベルさんのような血統だと相性のいいお婿さんが見つけられなかった悲しみ。まったくダメ。メジロドーベル、生徒会室に今すぐ来い、今すぐにだ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。